時間は描く映画なの？わかりますよ。いや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 、わかりますけど、分かってないじゃん。わかりますけど、でね、俺はこの映画で一番ちょっともどかしいのは、ならないというか、なれないというか、なれないなれないならないなれない。シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは。こんにちは。シネマサロンです。本日はユンヒエについて語ってまいりたいと思います。この作品は先週の、今週末公開作品、もしくは先々週でもちょっと収録作品には上げてなかったんですが、竹内さんがご覧になったということで、あとリクエストが来て、そうリクエストもいただいてて、私もちょっと時間がちょうど、都合がいいところがあったので、公開してちょっと、日が経ちましたが、シネマサロンで取り上げてみたいと思います。僕はもう公開週に見ちゃったからね。あ、そうだったんですね、はい。いかがでしたでしょうか？いや、すごいいい映画だったなと思って、なんか最近やっぱりこう急ぎすぎる映画がね、多い、基本的にその物語を起承転結を割とそのちゃっちゃっちゃっと描いていく映画が多い中で、こう非常にこうたゆとう空気感が気持ちよくて、その特に小樽のねロケ部分はなんかもう気持ちよくて、最近旅行行けてないから、ああ気持ちいいなと思いながら、ちょっとその小樽のロケ部分に浸りましたね。小樽の美味しいものは出てこなかったね。まあ別にそういう映画じゃないからね。美味しいもの出てきたらお腹が減ってたかもしれないなとちょっと思いました、でもやっぱり雪大変なんだね。大変ですよね。小樽もそうなんだね。そりゃそうでしょ。そうですか。まあじゃあここからはネタバレありで語っていきたいと思います。最近やっぱこの系統のモチーフが結構多くて、偶然と想像の第3話とか、あとなんだっけ、もう一本あれは春原さんの歌ねとか、あとまあ他にもちょっと今すぐには思い出せないけど、結構やっぱこのタイプのモチーフ、非常に多いですね。これはまあ同性愛の、女性の同性愛、でしかもちょっとまあすごい若い子っていうよりは年齢が経った方たちでしたね、今回ね。私は結構ここ何年かやっぱ急に、まあ LGBTQ の問題がね、すごくこうまあ日本人の中でも共有されてきて、割とそれがもう当たり前というか、そんなに得意なことではなくなってきてるじゃないですか。だけどこれ韓国でやっぱすごく大ヒットしてて、あれ韓国ってちょっと前の日本みたいな感じだったのかなっていうか、やっぱ各国状況が違うから、だって香港なんて死刑だったんだよ。まあいつまでだろう。もともとだからイギリスの刑法が同性愛を死刑にしてた時期があったんでね、多分それの香港がイギリスによって統治されたせいもあるんだと思うんだけど、だからやっぱり各国によってその同性愛の見方ってなかなか違うじゃない。日本はさ、昔戦国時代はおちごさんっていうのがすごい多かったし、江戸時代影間茶屋みたいなその風俗的にそういう職業もあったし、近年その儒教以降は結構厳しくなったけど、もともと日本のその文化的にはそんなに糾弾されるようなもんじゃなかったと思うんですよね。だからその日本の中での同性愛っていう考え方は多分江戸時代以降儒教が基本的な考え方の中に取り入れられて、教育の中に取り入れられてきて以降はそれなりになんていうかな、厳しい目で見られたりもしたかもわかんないけど、他の国に比べるとそうでもない部分もあると思うんで、最近でもなんか映画でチェチェンでね、その犯罪者扱いされて殺されるとかね、そういうのがまあ描かれてる映画もあるじゃないですか。だから各国によってその多分宗教的な背景とか政治的な背景とか、イギリスで結構同性愛厳しかったのは、スパイがね同性愛とかを見つけられてスパイに転校させられたりするケースが非常に多かったりして、政治的にも結構禁じる度合いが激しかったりするんだよね。あとはだからキリスト教的に原理主義的な考え方をすればね、キリスト教的には絶対認められないじゃないですか。だからそういう意味では、各その宗教とか宗派によってその同性愛を厳しく見る考え方もすごい強いと思うので、各だからその民族とか国とか政治とかの背景によってそれぞれの国の
考え方が違って、そのちょっと前の日本とかっていうのとちょっとは違うと思うんだよね。やっぱり韓国も儒教の国なんで、韓国の儒教とあとキリスト教も結構厳しい国だと思うので、そういう背景が強いんじゃないかなと思うんだよね。じゃあ時代っていうよりも、国そのものの環境によって、もちろん時代もあるんだよ、その国の、20年前だか30年前だかの話でしょ。だからそれは当然30年前の方がはるかに厳しかったと思うしね、その見方に対しては。で特にアメリカ映画なんかでも描かれてるけど、一時期だからその自分の娘や息子が同性愛だったとすると、精神病院とかに連れてくケースとかって非常に多くて、今回のユンヒもそういうふうな現実がね結構あったりするじゃないですか。だからそれはやっぱりその病気っていう考え方が結構ね、一時期やっぱ横行してて、精神病院に連れてくような両親とかっていうのもすごく多かったみたいで、そういうなんか悲しいその歴史的思考的な考え方とかね、いろいろな変化のやっぱ恐怖的なそういうものはよく描かれてますよね。あとはそのね、韓国と日本っていうね、2つの国のまたがったお話だから、ちょっとやっぱり一瞬ですけどね、ちょっと差別を意識させるようなセリフがあったりもしますね。多分その民族的な背景っていうのもあるでしょうしね、政治的民族的背景っていうのも、だけどそのなんか全てが竹内さんが冒頭おっしゃったようにゆったりと流れてて、そんなに急いで描いてるわけじゃないから。だからさ、最近の映画ってやっぱりその物語を起承転結でね、きちんと描きすぎたり、からテーマをさ直裁にこうストレートにそれ伝えようとしたりするっていうのもなくはないじゃないですか。だからそのユンヒエは非常にその映画的教師あふれる余韻とかね、その空気感とかね、そういうものをやっぱり大事に描いていて、それがその彼女たちの過去をその想起させるように観客の中に体に自然に落としていくじゃない、非常にそのたゆとう空気感、時間っていうのが映画にものすごいそのテーマとかモチーフを観客の中の体に落とさせるのにちゃんと効果を発揮してるっていうのがやっぱりいい点だと思うんですよ。なるほどね、だからこれ軽くお話の設定言うと、20年以上前に韓国でその主人公のユンヒと、日本人と、韓国人のハーフであるジュンが子供時代一緒に暮らしてて、でお互いにシンパシーで、もうそれは多分恋愛感情なんですよね。恋愛感情ですよね。ですよね。だけどジュンは日本に行くことになって、いやその前にだから2人は分かってられて、でジュンは日本に帰るってことになって、しかもユンヒはだから両親に精神病院にまで連れて行かれて、しかもさっさと結婚させなきゃっていうんで、好きでもない相手と結婚するわけだよね。だけど、お互いずっと相手のことを思ってて、で特にジュンはそれを手紙にね、いやジュンもユンヒも思ってんだけど、両方ともそのお互い近づこうというその前向きな姿勢にはならないというか、なれないというか、なれないなれないならないなれないみたいな関係のまま来てたんだけど、ずっとねしたためた手紙がね何通もあったのを、お母さんが、おばさんじゃん。おばさんか、おばさんが、おばさんだよね。おばさんですかね。おばさんだよね。木野花さん演じる政子が見つけて出しちゃうんだよ。これがちょっと面白いよね。なかなかないパターンだから。いやでも何も考えてないおばさんはよくやりがちなんだけど、この木野花が演じてるおばさんは一癖も二癖もあって、何も考えずに送ったわけじゃないんだよね。ここがやっぱポイントなんじゃないかな。そうですね。だから政子さんは、木野花演じてる政子さんは、はっきり言って余計なお世話をしてる、けど今回の余計なお世話はたまたまその2人が何十年後に再会する原因というか要因というか元を作って、それがいい方に転んだ、もしかしたら悪い方に転ぶ可能性もあったってことだよね。これでも政子さんは、もう当然ジュンがユンヒのことを好きっていうのは分かってるわけですよね。読んだでしょうね。読んだから出してるんでね。ってことですよね。でね、俺はこの映画で一番ちょっと分かるんだけど、もどかしいのは、っていうことはね、おばさんも分かってる。で、ユンヒの娘のセボムも、母親のことを分かってるじゃないですか。ジュンのことが好きだっていうのは。っていうことは周りの人は全部分かってるんだから、
ゆいひは純のとこにそのまま飛び込んじゃえばいいんじゃないのってそう短絡的に思っちゃうんだよ。二十歳の男の子の話みたいな、あんたいくつなんだよ。もう常にそうなんですよねだからそういうもどかしいのはやっぱもともと苦手だから映画にはならないと思うわけですよ。それ飛び込んじゃうとね、短絡的すぎて。いやそういうことじゃないないのか、つまりね、その2人とも思いながらも会わなかった会えなかった、この時間を描く映画なのよ。わかりますよ。いや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 わかりますけど分かってないじゃん。わかりますけど、行けよって思っちゃうわけですよ。いやいや行けようと思うのは勝手だけどね、だってでもさ簡単に言っちゃったら、そのモチーフとテーマが描けなくなる。そうですよ。だから映画にはならない。映画にはならないし、それで映画にならないっていう表現したのね。行かないから映画になるんだけど、見てるこっちとしては行けばいいじゃんって、周りも全部 OK なんだからって思っちゃうんだよねまあだからこそもどかしくてこう切なくていいなと思う観客の方がたくさんいらっしゃるのはすごいよくわかるんですけど、やっぱり思いをさ描く映画なんで、それはすぐには合わせられないですよそんな。だからせめてハグしないのかなとかね、ちょっと思っちゃったんだよね。しないんだね。どうかな。それはまあその彼女たちの固有の問題であって、そうね、まあそれはどうなのか。まあほら、あからさまだとハグどころかキスもしたりするパターンもあるじゃないですか。まあもちろんね。そういうのも一切ないからな。もう非常になんかこうね、抑えられたこう誠筆な、美しい映画なんですね。あとね、竹内久美さん演じる涼子が、純がね動物病院やってて、そこに猫ちゃん連れてく、お客さんじゃないですか。で純と涼子が、飲んでるとこ喫茶店でしたっけ？いや飲んでたよね。でしたっけ？喫茶店だっけ？喫茶店飲んでたよね。食事だもんだって。だってまあいいや。それでね、喫茶店じゃないよ。それでご飯食べて飲んでました。純がいや自分はね韓国人とのハーフだから、でもそういうの言わない方がいいこともあるわよって言うじゃないですか。あれは、その涼子が自分にカミングアウトっていうか、あなたのことが好きっていうのを言わせないようにしたんですよね。まさにその通りだと思う。よかった、俺多分そうだろうなと思ったんだけど、まあでもそれは観客それぞれなんで、それが正解かどうかは分かんないけど、竹内さんもそう受け取る。僕はもう絶対そうだと思う。だから、要は国籍のことを言いつつ性についてあなたいやっていうか、だから告白させたくなかった。そういうことですね。そういうことですだよね。そこがね結構ね、そこはねちょっとグッときたんだよね。また竹内久美さんが、いやだから純は涼子が自分を思ってる、ある程度こうアプローチしてるっていうのは感じていて、でも今は彼女の思いを受け取れないから、その彼女が嫌いとかそういうことじゃなくて、受け取れないのをどういうふうにその断るか。でも彼女が告白した後に断ると、その彼女が告白したことに対して断ることになるじゃない、それをしたくなかったんだと。そうですよね、だから自分は同性愛者だけどそれを黙ってた方がいいとかではなくて、自分は韓国と日本のハーフだから、でもそういうことは一切言ってないし、そうした方がいいこともあるんだよっていう、ちょっとなんか今の世界ではてか今の日本でもちょっとこう極端かなと思うようなネガティブなことをわざと言わせてますよね。っていうかああ言って、そのあなたの気持ちは受け取れないっていうことを言ってる。暗にね。でも涼子もそれは悟ったんだよね。もちろんね。そうだよね。これはそれは言ってもダメだなっていうのは分かったんだよね。つまり告白させないようにされてるっていうことは感じてる。でもそれはだから純も別に涼子のこと嫌いじゃないと思うんだけど、あなたの気持ち、そういう気持ちを、受け取れないっていうことを、しかもすごく遠回しに伝えたいってことも伝えたいわけ。そうだよね。だからいかにも純が別に言わなくてもいいようなことを言ってるのは、本当にすごく遠回しにあんたの気持ちを断りたいっていうのを、遠回しに言ってんだよっていうことも言いたいんだよね。そうだよね。だからそういうのがすごいよくわかるから、そう
あのシーンがねやっぱ結構見てて、おなかなか。でもそれはだから一つにはその純が今でもユンヒのことを思い続けていて、しかも彼女純は多分だから結婚も当然してないし、その思いを胸に生きてるんだよね。だからそのなんつったらいいのかな、じゃあ新しい人を受け入れましょうってそういうことじゃないんだよってことをやっぱり言いたいんだと思う、ね。まあずっと好きなわけですよね。いやもう当然ですよそれは。だからそこを諦める気持ちとかは諦めるっていうのとちょっと違うんじゃない？また表現は。諦めるというのはさらさら思ってないと思うんだよね。ただだからもうその自分の生き方として多分だからそういうその誰かと愛情を交わすような関係を持とうとは全く考えてないってことだと思うんだよね。じゃあ、ここからしばらく経って、また純が例えば韓国に行くとかで、2人が関係を持つみたいなことはあり得るんですかね。いやそれは僕に聞かれると思いますよ。それは観客それぞれがなんかねそのまま何一緒にならないのってすごい思っちゃうんだよね。あんた20歳？本当に気は若いんですよ。気は若いっていうか頭が若いよね。そうなんですよね。そんなのはそれぞれ考えることであって、だからその映画としてはこのユンヒがすごいよくできて成立してるのは分かるんだけど、個人的にはもうちょっとなんかストレートに言えない。世の中には真実は一つ、正解を求めたいっていうなんかね、すごい若い人みたいなこと言ってるけどさこちゃんたらっていうふうにちょっと思っちゃったんですよね。まあだからやっぱこの映画はやっぱりそれぞれいろいろこう思いながらみんな生きてるわけじゃない。過去にいろいろあってね、それは別にどういう別に恋愛とかそういうことじゃなくてもさ、いろんなことを抱えながら生きてみんなそれぞれそれを胸にしまいながら、しかも毎日のように思い返してる人もいながら生きてるわけじゃない。まあそういう映画だよねこの映画はね。でそれはたまたまそのユンヒという対象物がいる話として成立はしてるけど、まあやっぱり一つのその生き方の映画だとは思うんですよね。タイトルなんですけど、監督は最初はね「満月」っていうタイトルを考えてらっしゃったらしいんですけど、でもやっぱりなんかどうも違うなってことでユンヒがいいんじゃないのっていう、まあいろいろ皆さんで話し合われて、やっぱりでも満月よりはユンヒの方がしっくりくるよ。満月はなかなかその見た人が全員解釈するかどうかっていうのはなかなか難しいよね。だし見る前もちょっとなかなか伝わりにくいかな。いやーなかなか伝わりにくいでしょうね、満月は。ですよね。しかもアートワークに満月がないと満月にならないからね、なかなかね。まあそうとも言えないけど、でも満月はちょっと含みがありすぎてなかなか難しいタイトルではあると思いますよね。まあユンヒの方が分かりやすいとは思いますよね、当然のことながら。まあキャストなんですがキム・ヒエさんはなかなかお美しい人でしたね。いや素晴らしいよね、なかなか良かったと思います。あとちょっとしか出てこなかった涼介やった薬丸翔さんがなんか聖地 X に引き続きなかなかとぼけたキャラなかなかいい味出してて、あと薬丸さんがなかなかまたいい味。あとやっぱ竹内久美綺麗だなと思った。竹内久美ねすごい綺麗だな、なんかやっぱりこう内面から出る美しさをその涼子さんっていう人が持ってるのをきちんと表現できていてよかったなと思って、短い中でね本当によく出てますよね。しかも彼女は多分好きだったら好きっていうそういう性格なんでしょう、涼子さんね。もうそれをだから純は痛いほど分かるからああいう風な断り方をするっていうそのキャラクターとしての涼子がその竹内久美の美しさによってきちんと表現されてるっていうのが素晴らしいなと思いました、本当に。あとバーテンダーでちょっとだけ出てくる名脇役もねなかなか良かったし、あとね娘のいや娘と娘の彼氏だからユンヒはさ、まあいろいろ過去大変だったし結婚生活が必ずしも幸せとは言えなかったけど、やっぱりそのセボムをね産んで自分の娘として一緒に生きられたっていう幸せはこれはやっぱなかなか得難い幸せだったと思うんだよね。だからこれをさ持ってどう考えるかはそれぞれ見た人の胸一つになるとは思うんだけど、そのユンヒという彼女のその生きてきた奇跡の中にそのセボムがいるっていうことがその見た人に複雑なその感情を
思いを起こさせ、これがその映画の非常に複雑な、そのたゆとう時間の中に描かれていく非常に複雑な思いを観客の中に、正解とか真実は一つじゃないっていうね、それを感じさせるすごい大きな表現になってるそのセボムとそのセボムの彼氏、よかったよね。これは本当素晴らしかったね。だから人生はその正解も真実も一つじゃないよね、っていうのがやっぱ、だから満月っていうのはさ、どこ一つなく何も欠けてない状態じゃない、これは非常にその人生においては皮肉だよね、そんなことは人生においてなかなかあることじゃないし、だし満月は必ず欠けていきますからね。そうなんだよね、いやしかももともと欠けてるものが満月になり、満月が欠けていく、満月なんか本当に一瞬のことなわけじゃん。だけどまた満月に向かっていったりするわけですよね。そうなんだよね。だからやり直せるという暗喩でもあるっていうね、これはなんか微妙だよね。だからそういう意味においてもこのユンヒという人の人生、ジュンという人生ね、からこれから人生を作っていくセボムと、ギョンス、いろんなだからその複雑な、しかもそれをその、守り見ている政子、木の花さんが演じた政子の、非常にだから人生のその正解がない、真実は一つではないっていうね、これはやっぱりよく表現されたと思いますけどね。非常にね映画の教師あふれる作品、もう感触のある、もうたゆとう空気感が気持ちがいいし、小樽のね清烈な雪の景色も素晴らしいし、可愛いキム・ソヘイちゃんの演じるセボンも良かったし、なんか雪はいつ止むのかしらって雅子さんがいつも言ってるじゃないですか。満月の暗喩と同じだよね。だけど、小樽の人っていうか豪雪地帯の人はやむわけねえじゃんって思って突っ込んじゃったっていう人もいるみたいです。当分ね、当分やまないでしょっていう。だからそんなことつぶやかないよって。でもさ、僕らだってもう冬は飽きた、飽きたって言うじゃん。そういつ暖かくなるのかなって、そういうことだよね。桜いつ咲くのかね、もういつまで寒いのかねこれっていうのと同じだよね。しかも毎日雪かきしなきゃやんないじゃん。いや雪いつ止むのかなって言いたくなるよね。気持ちはよくわかりますよ。だけどね、順にじゃあいつ暖かい季節が来るのかなみたいなこともあるわけじゃん。だからそれは満月の暗喩と同じですよね。でも季節は繰り返すっていうのもあるからね、なかなかそれは人生の暗喩を表してるとは思いますけど。っていうことでね、本日はちょっと公開から間経ったんですけど、こんだけねゆっくりしてから佐藤さんのように退屈に感じるお客さんもいらっしゃるかもしれないけど、退屈には感じなくてそのまま一緒にならないのとかね、せめて抱きつきに行けよとかね。やっぱこれも年齢を経ないと若い人にはちょっとやっぱりね、なかなかちょっと退屈って思われるお客さんがいるのも仕方がない映画だと思いますけどね。2人が恋愛関係にあるってか相思相愛ってか思ってるんだなって分かってからも、結構時間がね、長くかかりますからね。そうね、映画的にもね。対等ってるからね。それを早くとっととやれよって言っちゃねおしまいだからね。だからその時間をね、2人の間に横たわってる長い時間を描く映画なんで、それを請求にって言われてももうそれこそまさに映画にならないですよね。ならないね。分かっちゃいるんですけどね。お若いんですね、お気持ちがいつまでも。本当にこの2人をだからこうね成就させてあげたいなってちょっとやっぱ思っちゃったんですよ。佐藤さんお若いから本当に何を皮肉言ってるんですか。人生はそんな単純なもんじゃないのよ。人生はおかしくて悲しいですか。はい、ということで、本日は、リクエストもいただいてましたユンヒエについて語ってまいりました。多分ね好きな方結構たくさんいらっしゃると思うんで、刺さりましたね、ハマりましたね。すいません突然見に行って T さんを見はぐってしまってると思いますが、まだご覧になってないんですね。俺が突然見に行っちゃったんでどうですかっていうのね、いい映画だったです。ぜひご覧いただければと思います。よろしければチャンネル登録といいねボタンいただけると嬉しいです。どうもありがとうございました。